皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はお金の話です。日経平均が初めて4万円の大台をつけました。なんだ、今回は株の話か、私は全く興味がないから、そんな動画は見たくないと思われる方もおられるでしょう。しかし、株価が上がることそれ自体は悪い話ではありませんし、またその悪くない話に乗るかどうかといったものを考えるときに基礎的な知識があるかないかであなたの行動が変わります。今回の動画では日経平均株価が4万円の大台をつけた今こそ学ぶべき王道の知識について解説をしておきましょう。まず第一に、あなたが今証券会社に口座を持っていない状態でニュースを見て、株がどんどん上がっているんだから私も急いで口座を作って投資をしなきゃと焦っている人がいたとしたら、その人は待ってください。まず落ち着きましょう。株式市場というのは別に急いでやらなければならない、そういった類のものではありません。あくまでも自分の余裕資金の中からそのお金を長期に運用することを前提とするもので、決してどこかの会社に何倍になってねといった形で願いを託して突っ込むようなお話ではありません。よくこうした株式市場の話をすると、ギャンブルを進めるなんてなんてやつだみたいな批判をする人たちが出てくるわけですが、それらの人たちの特徴は金融知識は基本的に全くないんだなという発言をしていることです。株式投資をギャンブルにするかどうかはその行動にかかっています。例えば特定の一社にだけ突っ込めば、その会社が伸びるか伸びないか、ただそれだけのことに左右されるだけで、それはまさにギャンブル的な投資となります。株式投資で一番重要なのは、そうした特定の会社に自分の運命を全て委ねるようなことはしてはならない、いわゆる分散投資をすることです。そして分散投資という意味合いにおいては、どこか特定の国、どこか特定の企業といった概念を超えて、なるべく全体に幅広く投資するような方法が良いとされています。それはどこかの企業が調子が良くても、どこかの企業が調子が悪い、その平均値といったものを出てきた場合において、全体として成長さえしてくれれば問題ないという考え方です。そしてこの分散というのは時間軸も含まれます。というのも、世界経済やそれぞれの国の景気といったものは必ずのように好景気もあれば不景気もあります。そして年数を長く取れば取るほど、そうした好景気不景気の影響を受けづらくなっていきます。世界経済全体で見れば右肩上がりだというのがこれまでの資本主義社会ですから、ある特定の月や年だけではなく10年20年という長い目で見てみれば、投資はプラス運用が可能なのです。そのような基本的なことを押さえておけば、今日経平均が4万円だなという話が出てきたとしても、慌てて投資をする、そういった場面ではないことがわかります。ここで最初の注意点。周りの人がどんどんと株を始めましたよであるとか、テレビをつければ特集で株価が上がって大儲かりしましたみたいな人が特集が組まれていたとしても、決してそれらの人たちを羨ましがって今すぐ株を始めようとはしないでください。あなたの今すぐ儲けたいといった気持ちを利用する詐欺に引っかかる可能性が上がってしまいます。現在インターネット上では様々な投資詐欺が行われています。有名人や有名な経済評論家、個人投資家、様々な人たちの顔写真や動画を悪用することによって、あたかもあなたのお金を引き出して私に預けさえしてくれればあなたの資産を何倍にも増やして返してあげますよみたいな詐欺が横行しています。すでにそのような詐欺に引っかかって何千万円というお金を吸い取られてしまった。しかもその奪われてしまったお金は返ってくる見込みが全くないといった事件なども発生しています。このような詐欺案件に対して顔写真や動画の無断使用された有名人の人たちは口々にそのような広告を出している会社に対して掲載をやめるようにと申し込んでいますが、ほとんどの場合全く何の対応もされていないそうです。ですから犯罪者がのさばっているという事実をまずは押さえておきましょう。そして投資をするにしてもどのような商品を選べばよいかわからないという人は多いでしょう。そのような人たちに対して答えはすでに決まっているとさえ言えます。それは
先ほども述べたような長期に分散するといったことを考えた場合においては、幅広く投資先があって、それでいて危険な国などに投資しないような商品が必要です。そこで出てくるのが MSCI オールカントリーという株式指標です。何のこっちゃというふうに思われた方がおられるので、あくまでもものすごく簡単に言うと、世界の先進国やもしくは新興国を含みつつ、代表的な銘柄に対して幅広く通知化したもの、それが MSCI オールカントリーワールドインデックスや似た名前の MSCI ワールドインデックスといったようなものです。商品名としては、全世界株式の投資信託であるとか、オールカントリーの投資信託といった形で知られるもので、略称はオルカンと呼ばれる商品があります。現在は、新 NISA といった制度がスタートすることにより、利益が出たとしても、その利益に対して税金をかけませんよという制度が取られています。先ほども述べたように、長期に積み立て投資をしていくのであれば、おおよそ15から20年の長期間投資をすれば、ほとんどの人がプラス運用になることが過去の実績として出ています。短期間で見た場合においてはどうしても景気の不景気、好景気の波がありますから、ちょうど景気に差し掛かるところで始めた人は、買った瞬間から次の日だんだんと減ってくるといったことが起こってしまいます。だからこそ長い目で見て投資を続けるといったことが大事なわけです。ですからこれから株を始めようという人は、まずは待ってそれぞれの会社個別銘柄を買うのではなくて、分散する投資先の国も企業も幅広く投資ができるオルカンをまずは選びましょうというのが第一選択となります。しかし、このような話を聞いて、いやいや私はもう年を取っているし、長期間の投資なんてとてもじゃないけれど考えられないという人もおられるでしょう。そのような人に私がお勧めするのは、新NISAではなくて国債です。国債と聞くと、日本の国債かと思われるかもしれませんが、私がおすすめするのはアメリカ国債です。日本とアメリカにおいてはそれぞれの国において金融政策が異なっていて、日本の場合だと超低金利といったものはずっと続けています。これは金利を下げることによって、どこかの企業や個人がお金を借りるときに、金利は低いんだったらちょっといっぱいお金を借りようかなというふうにしてお金を引き出しやすくなります。実際それが反映されるのが住宅ローンなどです。住宅ローンがもしもものすごく高かったら、今はちょっとお金をかけて住宅を買うのはやめようかなと多くの人が思うはずです。金利が低い状態といったものが続けられると、そのような大きなものを買うときに企業にしても個人にしてもお金を使いやすくなるわけです。一方においてアメリカにおいてはインフレといったものが非常に激しい状態となり、その過熱感を冷ますためにお金を借りにくくするための利上げといったものが行われてきました。ですから日本では国債と聞くと非常に低い金利だなというふうになるわけですが、アメリカの国債の場合だと日本よりもはるかに高い利率となります。ですからすでに年齢として私は70歳、80歳、10年、20年といった株式投資には耐えられませんよと考える人の場合であれば、まずは学ぶべきは株式投資ではなく国債のような大きな破綻のないような金融商品を選ぶことです。そしてここまでの話を聞いた人の中には、いやいや、せっかくのお金なんだから、そんなお金を投資に回すんじゃなくて、もっと自分のために投資すればよいのにというふうにツッコミを入れたい人もいるでしょう。私自身もその考えには賛成していて、気をつけなければならないポイントがまさにそこです。このような話をすると、あたかも持ち金全てを 100% 投資に回せと言われているように感じる人がいるわけですが、そうではありません。人それぞれの考え方は違いますが、自分のやりたいこと、自分の趣味のこと、自分の勉強や自分に投資することにお金をかけることは、それはそれで重要なことです。ですから、0か100ではなくて、自分の持っているお金をどこに配分するか、そういうことを考えた上で、投資には何%回そう、自分の趣味のために何%使おうといった具合にして、お金のやりくりについて考えることが、まず最初に重要なわけです。この考えが全くない人の場合だと、とんでもないことになってしまいます。自分の収入イコール支出 100% といった人の場合だと、たとえどんなに収入が上がったとしても、常に口にする言葉は、投資に回せるお金なんて全くないよ、貯金なんか全然ないよといった話になってしまいます。例えば
月収15万円の人が生活苦になかなか貯金ができないし、投資に回すお金がないよというのも、それはそうだろうなと思うわけですが、しかし、その人が月収150万円になった時も、やっぱり1円たりとも貯金できないし、投資できないという話をしていたら、それは単なる家計管理が全くできていないということを指し示すものであり、お金の使い方に問題があると見た方が良いでしょう。また、こうした話を聞いた時に、一つ抜け落ちている概念について提示しておかなければなりません。例えば街頭インタビューで日経平均が4万円を超えましたよ。あなたはこのことをどう思われますかというインタビューをしたときに、私は株式投資をしていないから、全くこのような話は自分とは関係のない世界だと答える人が非常に多く出ます。そしてこここそ結構日本の大きな問題です。日本人の多くは貯金好きだと知られています。それは現在の超低金利時代の前であれば非常に金利が高い時代もあって、お金は郵便局や銀行に預けているだけでもそれなりの利息がついていて、黙っていてもお金が増える時代というのは確かに存在したのです。その時の時代にしてみれば、なんでリスクを取ってまで株式投資をしなければならないんだという人たちが多かったわけですが、経済状況は全く異なっています。現在では金利政策としては超低金利政策が取られていて、銀行や郵便局にお金を預けていても ATM から引き出す手数料の方がはるかに痛い出費となっていて、お金が全然増えないなんていう人もたくさんおられるはずです。そして現金のままにしていてはお金の価値が目減りする現象が発生し始めています。それが物の価格が上がっていくインフレ状態です。現金がそのままの状態なにもかかわらず、物の値段がどんどんと上がっていけば、実質的にそのお金の価値は減少していきます。ですから、物の値段が上がっていくのと、それを上回るような形でのお金の運用が求め始められているわけです。そして、郵便局や銀行にお金を預けているといった行為も実はそれもまた投資行動の一つだということを知っておかなければなりません。銀行や郵便局はお金を預かってそれでお金を眠らせているわけではありません。みんなから集めたお金を元にして企業や個人に貸し出すだけではなく、様々なところでも運用を行っています。ですからお金を持ってきてそのお金を運用することによってその運用益から皆さんに配当を出すという基本的なビジネスモデルがあるのであり、ある意味貯金しかしていませんよという人は、その預けている先に全力投資をしているのも当然なわけです。その投資行動が低金利政策の継続に伴ってもはやリスクしか存在しないといったことを意識する必要があるでしょう。そして金融知識が多くの人にないからこそ株価が上がってもそんなの関係ないという人が多く出てしまうのも、これもまた問題です。私自身は公の教育の中に金融教育をもっと入れ込むべきだというふうに考えています。この金融教育といったものを行わないと何が問題かといえば、日本経済全体が発展した時にその恩恵を受け止めることができないということになります。人それぞれ収入の形態といったものは変わるわけですが、例えばあなたが労働者であった場合において、お金の発生条件は自分が働くことによって労働時間やもしくは労働の成果といったものを企業から受け取る形となります。そのお金が貯金だけという場合においては、現在の金利政策ではまず増えません。つまりお金を増やそうと思えば、とにかく自分の働く時間、自分の働いた成果を増やし続けるしかないといったこととなります。もしもそのような時に金融知識があれば、自分の得たお金をお金自身で働かせることによってお金を増やすといった行動へとつながります。お金の増やし方として株式投資するのか、国債を買うのか、それともその他の金融商品で運用するのか、それは様々な選択肢が存在することを金融教育では知ることができます。また金融教育のその先にあるのは、お金を得る方法が果たして会社に雇われた労働者としての労働だけなのかといったことを考えることができるようになります。これは一体何の話をしているかといえば、それは労働の形態といったのは何も誰かに雇われて働くだけではなく、自分が会社を運営し誰かを雇うといった形もあるわけです。いわば資本家の側に回ることによって自分の資産を大幅に増やす道は開けるわけです。あくまでも資産運用というのは長期積み立て運用といった形で徐々に増やせば良いというのが私の考え方で、もしもすぐにでも急いで大金持ちになりたいと思うような人の場合であれば、
資産運用というのは非常にゆっくりとしたものであり、株式投資は最適解とは言えません。投資家の場合だと、ウォーレン・バフェットという投資の神様がいますが、世界中を見た場合においてお金持ちといえばそうした個人投資家ではなく、圧倒的に多いのが会社経営者です。日本においても大金持ちといえば、ユニクロの柳井会長のような会社創業者が大量の株を持っていて、株式時価総額が上がってくることによって自分の資産価値もどんどんと増えるといったようなタイプの人です。世界的な金持ちといえば、このような自分自身が大量の株を持っていて、その会社が市場で評価されどんどんと値上がりしていくことによって、とてつもない額へと上がっていくような人たちです。テスラのイーロン・マスクやメタのザッカーバーグやアマゾンなど、とてつもない大企業の大株主が圧倒的な大金持ちとなるわけです。まあそこまでいかなかったとしても、基本的に会社経営者が売り上げを伸ばしていって自分の手元に入ってくるお金を増やし続けるといった光景は、企業の中で頑張ってなんとか収入を上げようとするよりもはるかにスピードアップを図ることができます。そしてそんなものすごいスピードでお金を増やしていくのに、私自身はそういうふうなことになれないんだなという気持ちにつけ込む形で、先ほども述べたような投資詐欺といったものが出てくるわけです。株をやるときの大原則は分散投資をすること。そして分散の方法というのが投資先がいっぱいあるような投資信託、全世界株式といった投資信託を選ぶ。そして分散のもう一つの方法としては時間を分ける。積み立てを選んで好景気の時も不景気の時も継続的に投資をすることによって15年、20年と続けていけば不景気、好景気すべての波を乗り越えてお金は増えていくといったことを体感していくことができます。そして時間が長期にかかるのであればちょっと難しいなという人の場合であれば先進国の個人向け国債を買うといった手を検討すべきでしょう。金融知識を得るというのはそのようなギャンブルではない投資先といったものを選定し手堅く運用する術を学ぶことです。今株式市場では生成 AI の発展に伴って半導体の需要が大幅に高まり半導体関連企業の株価が軒並みに急騰するといった状態になっています。このような状態の時には必ずのように私はこんなに儲けたんだ、まだあなたは株をやっていないのかといった具合にして株をしていない人たちを煽り立てるようなことを言う人たちが出てくるわけですが、決してそのような誘い文句には乗らないようにしてください。確かに現在の半導体需要といったものがものすごく高まっていて、この市場を独占状態にあるアメリカの半導体メーカーNVIDIA は成長の具合から言ってもまだまだ株価が伸びうるような予測がされているわけですが、じゃあいつまでそれが続くかは誰にもわかりません。株価というのは予想を飛び越えてバブル化することもあれば、そのバブル化した時の反動で一気に下落するようなこともあり、テーマ株物色というのはかなりのリスクを伴うものです。うまくいった人の話だけがやたらと取り上げられて、ブームに乗らないのは損だといった流れができた時こそ、冷静にコツコツと積み立てるような投資を行って自分の生活を守った上で金融知識を蓄えていくといった冷静な対応が必要です。というわけで今回はお金の話でした。株をしていない人たちにしてみれば全く関係のないように思われるようなことなわけですが、金融知識はこれからの人生を豊かにしていく上では必須の知識だと私は思います。そして私が政治家を志しているという話を以前からしていますが、金融教育というのは公の教育内容としてもっと多くの人たちが知るべきものです。それは決してみんなにギャンブルをしろというような話をするわけではなく、ギャンブルをしないための金融教育といったものを身につける必要があるからです。何も知らなければ友人に騙されて連帯保証人のハンコを押してしまうかもしれませんし、月々の支払いが一定額になるなら、これはなんていい買い物の方法だと言ってリボ払いで莫大なお金を最終的に支払うようなことになっている人もいるかもしれません。また金融知識がないがために本来であればありえないような月々何十%の利息が出てきますよといった金融詐欺商品をつかまされるかもしれません。株価が上がっている時だからこそこのような注意喚起をしながらお金をどう取り扱うかじっくりと考える好機とすべきでしょう。というわけで最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。